ヘイボン元気ですか？今日はちょっと気分転換のために池袋まで来て、これからトレーニングがあります。で、動画の最後の方で皆さんにちょっと話したい大事なことがあるので、最後までお見逃しなく。Let's go! やっぱり今日はホリデーということで、ジム内すごく混んでます。これから背中トレーニングやるんですが、ちょっとマシンをね、使ってみようかな。久しぶりに。とりあえず今日は普段と違う機材を使って、違う環境でちょっと新しい刺激。マッスルコンフュージョンですね、今日は。マッスルコンフュージョンのテーマです。久しぶりのお久しぶりです。ちゃんとなんです。はい。ゴータチャンネル。ありがとうございます。来たんですか。何言ってんすか。ジャパンオープンでしたっけ？ジャパンオープンでしたっけ？ジャパンオープン、ジャパンオープンボディビルチャンピオン関根さんです。チャンピオン。圧倒的な店長についていかないから逃げます。あとで頑張りなさい。もうちょっと。いいですね。彼女です。はじめまして。嘘です、嘘です。Continue straight. OK、松戸に帰ってきて、今、カニキンフィットネスジムの外でくつろいでいます。で、ここで早速というか、ようやく題名の、僕がどの大会に出るか、どの大会に出ないかっていう方が正直、なんか正確かもしれないです。なぜかというと、ちょっと前の動画で僕はもしかしたら今年中にもプロクオリファイアに出るかもしれないって発言した後に、いろんな方々から、この大会出るんじゃないかって期待され始めました。でその大会が、皆さんもちろんご存知の、今年日本で初めて行われるオリンピアアマチュアプロクオリファイアです。それが11月の17日だったかな。カニキンさんは絶対この大会出るだろうみたいなね声をたくさん聞きます。でここでズバリ言いますと、その大会には出ないです。で理由はいくつもあるんですけど、メインの理由、一番の理由、ちょっと待って、その一番の理由を言う前にちょっと1年遡って、去年のジャパンプロクオリファイア自分出たじゃないですか。でその大会の日から、実は僕はコロナ禍で、IFBB プロになるのは海外で IFBB プロになりたいって決めました。その理由が、ちょっと悪く捉えてほしくないんですけど、ちょっと次の日に飛んでしまいましたけど、なんか編集しながらちょっと説明が足りなかったと感じたので、今ここで改めて僕が今年のオリンピアアマチュアプロクオリファイアジャパンに出ない理由を説明したいと思います。最近フィットネスがものすごい勢いで
盛り上がり始めてるじゃないですか、日本で。でそれはそれで僕ももちろん楽しんでます。僕もフィットネス YouTuber なので。ただやっぱり日本国内だともう金金さんとして知られてる、それはねもう現実で、国内で大会とか出るとやっぱりその金金さんっていう存在がフィジーク選手の金子俊より大きいので、なんか会場とかに行くときはいろんな方から、写真お願いしますとか話とか、他の YouTuber がインタビューお願いしますみたいな感じとかいろんな声がかかってきます。でそれは、すごく感謝してます。今まで本当にありがとうございます。ただ正直言うとだんだんちょっと僕も疲れてきたのかもしれないです。僕が YouTube を始めてからものすごく大事にしてたのがコラボする相手とのそのウィンウィンの関係。前はあまり YouTuber とかいなかったので、僕がその YouTube で視聴者がいる。でコラボする相手は僕が持ってない実績とかある、大会優勝者とか、だからそういうすごい方とコラボして僕は相手の技術とかを少し見にできる。そして相手は、Instagram のフォロワーとか YouTube フォロワーが少し増える。必ず何らかのウィンウィンの関係があるようには大事にしてきました。でもただ最近ではなんかどうしてもネガティブになっちゃうんですけど、利用されるのが多くなってきた。僕も利用してますよ。ただ両方お互いを利用し合って、うまくいけばいいんですけど、難しいですね。国内の大会出るとものすごく盛り上がる。でたくさん応援してくれる人が実際にいる。でもなんか大会が終わって僕が Instagram とか Twitter とかYouTube とかでも発表できる前もう大会が終わった瞬間にもほぼなんかオーバーオールの映像が上がってたりとか、それはいいこと悪いことって言ってるわけじゃないんですけど、それが現実じゃないですか。それが毎回大会起こるたびにそれが起きる。だから別にそれはそれでいいんですけど、ただ僕はプロになる大会はなんか自分のストーリーを描きたいっていうか、その瞬間をなんか普通の人間として味わいたい。金金が優勝してプロになったじゃなくて、フィジーク選手の金子俊がプロになった。日本の大会に出ても同じなのかもしれないんですけど、やっぱりその大会後のそのエフェクトがちょっと最近手に負えなくてちょっと圧倒してます。でもしかしたら視聴者の中にじゃあプロになってからどうするのって、こんなアマチュアの段階でそんなプレッシャー感じてるんだったらプロで通用しないじゃんって、言いたいことは分かるんですけど、今回の、僕がちょっと海外でプロになりたいっていうのは本当に自分の中の勝手な、贅沢。この1回だけはちょっと普通の人間として勝ち取りたい。理解しづらいかと思うんですけどね。今年のベガスで準グランプリで、負けてしまったんですけど、本当にもう勝ちを味わえなかったけどちょっと香りをかけた感じ、本当に近いところまでいけたので、プロになれる自信はもう 100% あります。絶対近いうちプロになります。でプロになることは簡単なことではないです。ものすごい努力といろんなものを犠牲にして戦わないといけないんですけど、実はもうプロになってからが本当の勝負っていうか、プロになってからが一番大変。プロ戦で勝つっていうことがどれだけ大きなことなのか、そこからが勝負なので、アマチュアからプロになろうとする段階を今まで見せていったんですけど、次回から出るプロクオリファイアは金金っていう存在がないところでどうしてもなりたい気持ちが強いです。で今年出るかはまだちょっと決めてはいないんですけど、今年プロクオリファイア挑戦するなら、国内では挑戦しないということです。このトピックがすごい僕がどう話してもあんまりよく聞こえない。最終的には皆さんに絶対もう分かってほしいのは、皆さんの応援もすごく感謝してる。今までの応援も感謝してますし、絶対忘れてないです。プロ選手でいるということはやっぱりその体をすごく良くして大会で勝つだけじゃなくて、しっかりしたそのアスリートとしての役割、メディアとこうやって交際する責任とか、ファンとこうやってね交際っていうのかな、の責任とか、
いろいろあります。それは分かっています。で、プロになってからが、なんか本当にそういうところも毎日、もっともっと今より忙しくなるって分かってるので、そのカオスに入る前のアマチュアからプロになる、この1回だけ欲張ってるような感じもするかもしれないんですけど、この1回だけを、一戦だけをひっそりとどこかで戦いに行きたいと思います。皆さん本当に、理解してくれてありがとうございます。こっちの方に戻りましょうか。長々と話してしまったんですけど、動画を終わらせる前に最後にもう一つの発表、今月10月の28日月曜日の、午後7時からカネキンフィットネスジムでハロウィンイベントがあります。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。詳しいことは、この動画の詳細欄にカネキンフィットネスジム、そのリンクに飛んでウェブサイトで見たり、カネキンフィットネスのインスタグラムとかで確認してください。皆さん動画を最後まで見てくれて Thank you very much。 次の動画でお会いしましょう。 Work hard, see results. Thanks for watching and I'll see you again soon. Bye。ここだけだから一度